はい、YouTube 大野マン TV の大野マンです。本日の動画は忘れた頃にやってくる株式投資の損益報告です。本日の内容は2026年の5月と6月の結果になります。ちなみにこちらのサムネにある今話題のキオクシアの株を私は買ってません。ご存知のように今年1月の私の株式投資資金は40万円です。こんな鼻くそみたいな資金で株価11万円に達したキオクシアなんて買えるわけがありません。そうです。このサムネは釣りです。株にあまり詳しくない人のために少し申し上げますと、株の取引は100株単位での売買になります。つまり株価11万円のキオクシアを実際買うためには11万円 ×100 株で1100万円の資金が必要なのであります。だからもしあなたの身の回りに俺キオクシア持ってんだよねと自慢してくるやつがいたら、その人は金持ちです。そういう場合はその人に媚びを売ってご飯をおごってもらいましょう。ちなみに私がそのキオクシアという企業の存在を知ったのは残念ながら結構最近の話になります。私が普段取引している銘柄は出来高の多い日経225採用銘柄のみになります。反対に出来高の少ないスタンダードやグロース市場の銘柄では取引は行いません。私は普段パンローリング社というところのチャートソフトを使用していますが、このチャートソフトは手動で銘柄をリスト化する必要があります。もしかしたら上位グレードでは自動化されているかもしれませんが、それなので半年に1回行われる日経225銘柄の入れ替えを自分で行わなければなりません。でも私はそれをしていませんでした。ちなみにキオクシアが日経225に組み込まれたのは今年の4月。その時すでにキオクシアの株価は2万円に到達していました。だからもしその時借金をしてでもキオクシアを買っていたら、今の私の生活は少しは変わっていたかもしれません。話を投資資金の推移に戻しますが、今年1月は40万8131円からスタートし、4月末には80万4473円まで増やすことができました。もちろんこの間資金の投入はありません。運用のみです。そして5月の途中の段階で70万8154円まで資金を減らしてしまったと嘆いているところで前回の動画は終了しました。それでは6月末の資金はいくらになったのかと申しますと、82万5601円となりました。これだけ見ると順調に増えてるじゃんと思うかもしれませんが、実は5月末には資金がなんと92万飛んで96円となっていたのでありました。この時の私は買った株は全て上がるみたいな、かなりウハウハな心境でした。だから私は目標としていた資金100万円は年末を待たずに6月には達成すんじゃねえのって本気で思ってました。ただ欲を出した人間に待ち受けているものは転落です。私は見事に足元を救われました。日本株もさ、6月の中旬からは全体的に迷走が始まった感じがしていました。上がった翌日には下がって、そしてまた翌日には上がるみたいな。しかも相変わらずアメリカとイランは海峡の封鎖合戦をし合ってるしさ。普段の私は日経先物は見ません。前日のニューヨーク市場も見ません。なぜなら私はチャートのみで取引を行うスイングトレーダーだからであります。ダウ・ジョーンズさんというどこかのおっさんが言ってるように、価格は全ての事象を織り込むからです。しかしこの時の私はあらゆる情報が気になって、そして惑わされてしまいました。普段全く見ない投資系の YouTube チャンネルで
たまたまその人が私が保有している銘柄を解説してたんですよ。でもこうなったら上がるかもしれないし、こうなったら下がるかもしれないと言ってるだけで全く中身がないの。そんなんじゃなくてさ、明日上がるか下がるかどっちなんだよというようなかなりやばい心理状態に私はなってました。そうした私の不安な気持ちを落ち着かせてくれたのはやはりこの本でした。この本に書かれてますが、スイングトレードはルールにのっとってやるだけなのです。今回私はキオクシアバブルには乗ることはできませんでしたが、実は一時あるバブル銘柄を所有していた時もありました。その銘柄は太陽誘電です。この太陽誘電という会社が何をしているかは私は知りません。私の投資に必要なのはチャートのみです。こちらは太陽誘電のチャートになります。ちょっとメモリが分かりにくいかもしれませんが、下から5000円、1万、1万5000、そして2万円となってます。私はこの太陽誘電を4月27日に6500円のここで購入しました。そして一時2万円まで到達した太陽誘電を私は5月1日のここで手放しました。これがチャートの恐ろしいところで、後から見れば爆上がりしてんじゃん、なんで売るのとなります。ただしチャートを5月1日に戻すとこんな感じになります。私が買ったのはここ、そして売ったのがここ。もちろん買った時はまだ上昇するだろうと思って買ってます。でもご覧のように大きな陰線が出てしまいました。私はこのまま下落すると判断し手締まうことにしました。その後2日続けて陽線が出ましたが、ビビった私は再び買いに行くことはできませんでした。冷静に見れば上昇トレンド中の太陽誘電はその後株価2万円まで到達したのでありました。私は1万数千の含み損にビビって生産したため、120万円ほどの大きな儲けをみすみす逃してしまったのでありました。じゃあそんな細かく売買しないで長期保有してた方がいいんじゃないのと思いたくなるかもしれませんが、私から言わせてもらえばそれはありえません。その後の太陽誘電がどうなったのかと言いますと、7月21日時点では1万1000円まで値を下げてます。私の考えでは今後当分の間は2万円まで戻らないと踏んでます。株って節目の金額を意識することが結構あります。皆さんも心当たりありませんか？例えば今持っている自分の株が5000円になったら売ろうとか1万円になったら売ろうとか思ったことありませんか？それが例えば9980円になったら売ろうとか普通は思わないと思います。この太陽誘電の場合だと1万円、1万5000円、2万円の節目が存在します。1万円は抵抗なく通過しましたが、1万5000円の節目では少しもちゃもちゃして、そして2万円も2回チャレンジしましたが力尽きました。今回の太陽誘電は2万円で手放すのが正解でした。ちなみに現在のキオクシアはどうなっているのかというと、7月21日時点ではこんな感じとなってます。先ほどの太陽誘電と一緒で今回のピークは過ぎました。もし私の目の前にお金持ちが現れて、このお金でキオクシアを買いなさいと言われても、私は今のキオクシアは買いません。だったらそのもらったお金で美味しいサイミのラーメンを食べに行きます。ということで本日の動画は以上です。下半期は堅実的に取引に行って本当に投資資金100万円を目指したいですね。株の動画は不定期ではありますが、次回もどうぞお楽しみに。そして投資は自己責任で行いましょう。もしこんな株式投資好きの中年男性に興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いします。それでは皆さん、バイバイ。